モデルチャンネルにようこそ。今回はプラモデル塗装入門の第2弾です。前回プラモデルの塗装に使用する塗料や道具について説明しましたが、続編として第2弾はプラモデル塗装の基本知識を疑問点や注意点を交えてまとめました。では今回お話しする項目は以下の通りになります。1、塗装の基本。プラモデルの塗装は何に気をつけるのだろう。まずはじめに塗装でとても大切なことをお話しします。下地塗装、カラー塗装、トップコートとこれらに共通するのは、どの塗装、どの塗料でもなるべく薄く塗り重ねることです。厚塗りは NG です。ムラになる、ディティールが消える、液だれ、塗装面のひび割れと様々な問題が生じます。なぜ厚塗りはそのような様々な問題を起こすのかを説明します。例えば、このような溝のある面にカラーを塗装するとします。まず、塗料の基本ですが、発色させるのは塗料に含まれる顔料です。塗膜を形成するのは塗料に含まれる合成樹脂です。そして定着させるのは塗料に含まれる溶剤です。この塗料を厚塗り塗装すると塗装直後はきれいに塗装できたように見えます。しかし塗料に含まれる溶剤が揮発する過程で樹脂と顔料が偏って混ざってしまい、均等ではない塗装面ができてしまいます。結果として表面はムラ、ディティールが消えたり液だれが起こります。また塗料は乾燥の過程で収縮します。厚塗りすると表面は乾燥収縮しますが、乾燥していない内部は収縮しません。その差で表面が収縮する力に負けてしまい、ひびが入ってしまいます。以上のことから塗装は厚塗りは NG で薄く塗り重ねる必要があるわけです。薄く塗り重ねた塗装面は発色が良く塗膜の強度も高くなります。薄く塗り重ねることにはもう一つのメリットがあります。それはプラスチックへの塗料の食いつきが良くなることです。塗装には足付けと呼ばれる塗装する表面に凹凸をつけて塗料の食いつきを良くする作業があります。足付け作業は一般的にヤスリで行いますが、塗装でも似たようなことができます。この塗装はエアブラシや缶スプレーで行います。1回目の塗装はなるべく軽く塗料がまばらに乗る程度に抑えます。砂吹きとよく呼ばれますが、下地が見えていて問題ありません。しばらくすると乾燥した塗装面は顔料と樹脂で凹凸ができます。凹凸のおかげで2回目からは塗装面積が広がり、埋めるように塗装ができるわけです。補足ですが、プラモデル塗装での足付け、砂吹きはどちらも塗料の食いつきを良くする効果がありますが、足付けは主に塗装する表面が溶剤に侵食されても問題ない場合に行います。水性塗料は侵食が少なく表面への定着が弱いので足付けでサポートします。そして砂吹きは主に塗装する表面を保護したい場合に行います。ラッカー塗料は侵食が強いので表面保護のために砂吹きでサポートします。また砂吹きは塗料を濃くしたり遠くから吹きつける塗装方法ですので、塗装面の溶剤は少ないです。ですので塗膜の形成や定着という点からは弱いという理解の上で軽めに行うことで失敗が少なくなります。このように塗装の基本は薄く塗り重ねるということが分かりました。エアブラシ、缶スプレー、筆とどの塗装でもこのことを常に意識しましょう。2、下地塗装の必要性。プラモデルで下地塗装は必要なのだろうか。下地塗装には明確な目的があります。しかし、その目的が分かっていないと効果は半減したり逆効果になってしまいます。ここでは下地塗装を行う目的を4つのポイントから説明します。塗装面を整える。下地塗装と聞くとサーフェーサーをイメージすると思います。サーフェーサーの主な成分は合成樹脂と耐質顔料と溶剤です。耐質顔料は塗料の増量剤として使われ、塗料の強度、粘度、付着性を向上させます。主に鉱物、金属が用いられますが、これに顔料で着色してカラーバリエーションを作っています。サーフェーサーはこの成分のおかげで下地の傷チェック、奇数目、研磨、色の統一と整えることに特化しています。さらに塗装面のわずかな凹凸で塗料の食いつきが向上し、高い隠蔽力も持ちます。ですので重ね塗りと相性が良いのです。このように塗装面を整える場合は下地塗装が必要になります。下地をサポート、プライマーと言われる塗料も下地塗装に使用します。プライマリーが語源ですが、塗装のための接着剤です。プラモデルは基本的に PS 素材でできています。
もし PE 素材、ABS 素材、メタル素材が含まれていた場合はプライマーを使用した方が良いです。その目的は PE メタル素材には塗装が剥がれやすいため定着目的で塗装します。ABS 素材には有機溶剤の浸透で割れやすいため保護目的で塗装します。先ほどお話ししたサーフェイサーもプライマーも塗装のための下地塗料なのですが、この2つの塗料の大きな違いは、サーフェイサーは塗装面に重点を置いた塗料で、プライマーは下地に重点を置いた塗料だということです。下地用塗料にはサーフェイサーとプライマーの両方の性能を持つハイブリッド塗料もあります。優れた塗料ですが、1点注意しておきたいのは、ABS 素材は有機溶剤から保護する目的で使用するので、有機溶剤を含んだプライマーはおすすめしません。このように下地をサポートする場合は下地塗装を行う必要があります。光の透過を抑える。基本知識として物体は光を通して反射、透過、吸収、拡散、屈折などとして認識されます。プラスチックは光を透過する性質があるので、表面は軽くて安っぽい質感になります。次にこちらを見るとわかるようにカラーには隠蔽力の差があります。低いカラー、例えば黄色をそのまま黄色のパーツに塗装すると、黄色の塗装面が光を透過してしまい、塗装前後で違いがあまり出ず軽い質感の黄色になります。逆に隠蔽力の高いカラー、例えばグレーを同じく黄色のパーツに塗装すると、グレーの塗装面は光を透過しにくいので、重みを持ったような質感のグレーになります。このように光を透過させたくない場合は下地塗装が必要になります。カラーコントロール。隠蔽力が低いカラーは光を透過しやすいのが分かったと思います。もう一度隠蔽力の差を見てみます。では、隠蔽力の低いカラーを隠蔽力の高いカラーの下地に塗装するとどうなるか。例えば、黄色をグレーの下地に塗装すると黄色は暗くなってしまいます。これは光が黄色の塗装面を透過してしまい、黄色とグレーの混ざった状態を見ているからです。この場合は黄色が影響しない白を下地として使えば良いことがわかります。もう一つ例を挙げます。シルバーなどのメタリックカラーの隠蔽力は少し変わっています。この塗料には金属粒子が含まれています。金属粒子は隠蔽力が非常に高いのですが、隙間は高くありません。シルバーを白の下地に塗装すると、金属粒子と白で反射した光を見るので、白く輝いたシルバーに見えます。逆にシルバーを黒の下地に塗装すると、黒は光をほとんど吸収して、金属粒子で反射した光のみを見るので、黒光りしたようなシルバーになります。補足ですが、白の下地塗装は重ね塗りの発色を助ける万能カラーです。しかし、白は隠蔽力が弱いのに下地としてはどうなのかと思いますよね。ここで最初にお話しした薄く塗り重ねることが重要になってきます。薄く塗り重ねれば顔料が均等に重なって綺麗に発色しますし、隠蔽力も上がりしっかりとした下地になります。このようにカラーをコントロールしたい場合は下地塗装が必要になります。まとめると、下地塗装の必要性は塗装する面の状態で決めることがわかると思います。今までの説明を踏まえていくつか例を出してみます。無加工の表面に隠蔽力の高いカラーをラッカー塗料で塗装する場合は下地塗装はなくても良いですよね。無加工の表面に隠蔽力の低いカラーをラッカー塗料で塗装する場合は下地塗装が必要ですよね。無加工の表面に隠蔽力の高いカラーを水性塗料で塗装する場合は足付けの意味を込めて下地塗装があると安心ですよね。このように下地塗装の目的が分かれば無駄な塗料や時間を減らせて塗装の失敗も避けることができます。3. 重ね塗り。複数カラーの重ね塗りはどうすればよいか。塗料には実に多くの種類が出ていますので、どのように扱うか悩むと思います。ここでは重ね塗りについて3つのポイントから説明します。重ね塗りの基本、それは隠蔽力の低いカラーから塗装していくということです。例えば、この3色のカラーを重ね塗りするとします。下地塗装の知識も踏まえると、このように重ねれば意図した発色になると思います。例外としてシルバーは隠蔽力が高いカラーなのですが、隠蔽力の高さは金属粒子の影響が大きいです。ですので、このように重ねても間違いではないです。また、同系色で光沢と艶消しを重ね塗りする場合は、光沢を下地にします。艶消しは艶消し剤の効果で塗装面に凹凸ができます。ですので、艶消しを下地にした場合は光沢の効果が下がります。
違う種類の塗料。プラモデルの塗料には主にラッカー、水性、エマルジョン、エナメル、アルコールがあります。前提として塗料は同じ種類で統一して塗装するのが望ましいのですが、違う種類の塗料で重ね塗りするケースはたくさんあると思います。ここでは各種の重ね塗りをエアブラシ、缶スプレーと筆の2種類で見てみます。下地がラッカー塗料の場合、どの塗料も安全に重ねられます。ラッカー塗料の筆塗りは下地を溶かす可能性があるので優しく塗装します。下地が水性塗料の場合、ラッカーの重ね塗りは溶けやすいので注意が必要です。ラッカーの筆塗りは下地を溶かすリスクが高いので避けた方が良いです。また、エマルジョンは塗料の性質上、ひび割れの可能性があるので避けた方が良いです。下地がエマルジョン系塗料の場合、エマルジョン系は乾燥すると強い塗膜を得ることができます。ですので、どの塗料や道具でも可能になります。下地がエナメル塗料の場合、ほとんどの場合は墨入れやウェザリングで使用すると思いますので、その状態を想定しています。ラッカーの重ね塗りは溶けやすいので注意が必要です。ラッカーの筆塗りは避けた方が良いです。エナメル塗料も溶けやすいので注意が必要です。補足ですが、エナメルはプラスチックに浸透しやすく割れやすいです。直接塗装するのは避けます。アルコール塗料は特殊です。ここではガンダムマーカーという道具に限定しています。アルコール塗料を下地にした場合、エマルジョンとエナメルは一応可能です。アルコールではない水性ペンもありますが、こちらも可能です。しかし、アルコール同士は避けた方が良いです。逆に、重ね塗りに使う場合は、エマルジョンが一応可能です。ガンダムマーカーにはエアブラシシステムが販売されています。この道具を使えば他の塗料も一応可能になります。このように覚えるのは大変ですが、理解しておけば重ね塗りの事故はなくなります。乾燥時間。乾燥時間も重ね塗りで気になるポイントだと思います。まず、同じカラーを重ね塗りするための乾燥時間の目安は、塗料や道具にもよりますが、だいたい10から30分です。そして違うカラーを重ね塗りするための乾燥時間の目安は、だいたい1時間から1日程度です。1時間から1日程度と差があるのは、塗料の種類、天候や塗装の道具で変わるからです。乾燥の方法が、有機剤の揮発は早いですし、化学反応は遅いです。気温の高い日は乾燥が早いですし、低い日は遅いです。エアブラシや缶スプレーは塗装面の圧力が弱いので早めでいいですが、筆は高いので遅めにします。筆でも下地を侵食するのは有機剤の影響が大きいので、有機剤の少ない塗料は早いです。重ね塗りにマスキングテープを使用する場合は塗装剥がれを防ぐため1日乾燥したいです。そうするとパターンが多すぎてよくわからなくなってきますよね。乾燥時間は自分の塗装スタイルを繰り返すことでベストを理解していくと思います。それまで安全に複数カラーを重ね塗りしたいのでしたら、乾燥時間は1日と覚えておくと良いです。まとめると、重ね塗りは得意、不得意、もしくは NG があるというのがわかります。基本的に隠蔽力の低いカラーや強い溶剤の塗料を下地に使い、隠蔽力の高いカラーや弱い溶剤の塗料を重ね塗りに使うのがセオリーです。しかし、白は隠蔽力が低いですが、下地としては万能です。同じようにエマルジョン系塗料は溶剤が水ですが、下地を無難にこなせます。このように各カラーや塗料の得意な部分を理解してうまく使いこなせば塗装表現の幅を広げることができます。4、最後に。今回のお話をもう一度おさらいしてみます。塗装の基本は薄く塗り重ねる。下地塗装は塗装面の状態と目的で決める。重ね塗りは得意不得意な部分を理解する。ということでした。プラモデルの塗装でこの3つは基本ですがとても大切です。そしていつも関係しているということを覚えていただけたら嬉しいです。それでは今日はご視聴ありがとうございました。